こんにちは、しずさです。刺繍動画を作る中で、日本刺繍をやってみたいというコメントをいただくことが増えました。日本刺繍に興味を持っていただけることが嬉しかったので、今回は初心者の方向けに日本刺繍の始め方を紹介します。長くなってしまったので、前後編に分かれます。前編では日本刺繍を始めるにあたり揃える道具や下絵の描き方、刺繍枠への生地の貼り方を解説します。後編ではよく使う技法を紹介しながら仕上げまでを解説します。日本刺繍を始めてみたい方にとっていきなり全ての道具を揃えるのは難しいことだと思います。今回はなるべく手に入りやすい道具で代用する方法を説明しますので、ぜひ日本刺繍に挑戦してみてください。日本刺繍には様々な技法があり、色数もたくさんあります。職人さんによってやり方や技法面も変わってきます。私のやり方が必ず正しいというわけではありませんので、日本刺繍を始めるきっかけの一つとしてご覧いただけたら嬉しいです。前置きが長くなりましたが、まずは道具の選び方からご紹介します。なるべく手に入りやすいものを使ってと考えましたが、この2つは必ず必要になります。日本刺繍針の特徴は、針穴部分が平らで穴が大きめ、長さが短いです。一般的な刺繍針と比べると形が全然違います。針穴部分が大きいことにより、糸が生地を通る時の摩擦が減ります。日本刺繍針には手打ち針と機械針のものがあります。機械針は3本で250円ほどですが、手打ち針は1本で1300円はします。値段の差はありますが、私は手打ち針の方がおすすめです。この2本は同じ相中という太さですが、比べてみても針穴の大きさが違うのがわかると思います。手打ち針は作っている職人さんも少なく、私たち職人にとっても貴重な針です。手入れをすれば長持ちしますので、まずは 1,2 本あれば十分です。お手入れ方法はスタジオツアーの動画で紹介しています。太さや長さの違いで種類もたくさんあります。初めての方には天細か相細あたりがおすすめです。金糸を使う予定がある方は相中という太さを選ぶと良いです。日本刺繍で使う絹の刺繍糸はよりがかかっていないのが特徴です。10から14本の細い糸が束になっていて、この束を分けて細い糸を作ったり、自分でよりをかけて使ったりします。この糸の使い方は私も日本刺繍を始めた時に驚きました。日本刺繍針と絹の刺繍糸は手に入れるのが難しいと思います。海外の視聴者さんから糸の購入先の質問もたくさんいただいたので、海外からでも購入できるオンラインショップを探しました。もちろん国内からも購入できます。概要欄に載せておきますので、よろしければチェックしてみてください。ここからは代用できる道具を紹介します。こちらはコテ針という道具です。糸の表面を整えたり、ほどいたり、いろいろな場面で役立つ道具です。この形のコテ針はミスヤ針という針屋さんで3000円くらいで購入しました。このような2目の針で代用できます。
私が日本刺繍を始めた頃はこの毛糸用の大きな針で代用していました。糸を切る握りばさみです。糸が切れるハサミであれば何でも OK です。こちらは生地を枠に貼るときに使う糸です。太めの糸の方が使いやすいです。この糸が通る針も使います。今回はチャコペーパーで下絵を描きます。私は5分という白い顔料で描くことが多いのですが、チャコでも代用できます。仕上げに使うでんぷんのりです。子供の頃によく使っていたのりなので、懐かしいなと思われる方も多いかもしれません。文房具屋さんやスーパーでも売られています。それから当て布も必要になります。アイロンはコンパクトな方が使い勝手はいいですが、大きいものでも大丈夫です。今回どうしたらいいかなと悩んだのは刺繍枠と生地でした。代用品を選ぶポイントがありますので一つずつ紹介します。紹介の前にこれから地の目という言葉がよく出てきますのでどういうことか説明します。もうすでに知っているよという方はスキップしてもらって大丈夫です。生地は縦糸と横糸で織られています。生地端が4辺ある中でほつれない辺を耳と言います。耳が左右になるようにこのように置くと上下の方向に通っている糸が縦糸です。左右の方向に通っている糸は横糸になります。この縦糸が通る方向を縦地の目、横糸が通る方向を横地の目と言います。このように地の目が歪んでいると刺繍がきれいにできません。準備の段階から地の目がまっすぐになるように気をつけて作業する必要があります。私が普段使っている刺繍枠は着物など長い生地を刺繍するのに向いています。とても使いやすいのですが値段も高いのでなかなか用意してくださいとは言いにくいものです。小物制作でしたら他の枠でも代用できそうなので刺繍枠を選ぶ際のポイントを紹介します。まず一つ目に両手を使うことができる。二つ目に生地の地の目をまっすぐ整えて貼ることができる。地の目が歪んでいると枠から外した後に刺繍が歪んでしまいます。三つ目に生地を強く貼ることができる。技法にもよりますが基本的には強く貼った方が刺繍しやすいです。この3つを基準に選んでいただくといいかなと思います。なるべく予算がかからないもので手に入りやすいものでできないかを考えました。今回は画材屋さんで売っているキャンバスの木枠を使ってみます。生地の紹介の後、貼り方を解説します。それでは生地を紹介します。初心者の方が刺繍しやすいのはこのように生地の地の目が見やすいものです。これは着物の生地なのですが横方向の地の目が見やすいです。この筋のように見えているところを横糸が通っています。このような地紋のある生地はとっても素敵なのですが、やはり地の目が見にくいので初心者の方にはあまりおすすめできません。またローンのような薄い生地や
目の粗い生地は下絵通りに刺繍するのが難しいので避けた方がいいです。ではここから生地の貼り方と下絵の描き方を説明します。今回は画材用のキャンバス木枠を使います。画材屋さんで1000円ぐらいで購入しました。中を開けると組み立て式になっています。枠のサイズに合わせて生地をカットしていきます。枠の内寸より2センチずつ控えたサイズにします。枠の長辺に縦地の目を合わせます。私が今回買った枠の場合は、枠の内寸が56センチ ×38.5 センチだったので、縦が52センチ、横が 34.5 センチでカットしました。地の目に沿ってなるべくまっすぐ切りましょう。生地の端は糸がほつれてきますので、ほつれ止めをします。今回使うのはこちら。アイテープを使います。アイロンで簡単に接着することができるので、初心者の方にも挑戦しやすいと思います。もちろん同じようなものであれば他のメーカーのものでも構いません。多少伸び縮みがあった方がいいので、ハーフバイアスかバイアスがおすすめです。では生地の裏側にテープを接着していきます。まずはきちんと地の目を整えて、テープを生地端に揃えます。長さはちょうどのところでカットしておきます。当て布をしてアイロンを当てます。これでほつれ止めになります。他の3辺も同様にしてつけていきます。生地の耳が残っている場合は接着は不要です。次に下絵を描いていきましょう。図案とチャコペーパー、マスキングテープ、ペンを用意します。今回図案を無料配布しています。概要欄のリンクからダウンロードできますのでご活用ください。まず下絵を描く向きに注意が必要です。生地に対して私たちはこの向きで刺繍するとします。その時縦地の目の方向がこの向きになります。下絵は自分に対して正面ではなく90度回転させて配置します。横向きに刺繍するということです。こちらの向きでも OK です。刺繍枠に貼った後、生地は引っ張られて地の目が歪みます。そのため生地端から4センチくらいは上げておきましょう。生地の表面を上にしておき、チャコペーパーの色付きの方を下にして重ねます。その上に図案を置きます。マスキングテープで固定しておきます。図案の上から強めの筆圧でなぞります。これで下絵を写すことができました。うっすらですが見えるでしょうか？いよいよ生地を刺繍枠に貼っていきます。机の上に枠と生地を乗せます。生地が枠の中央に来るように置きます。
この時枠が10センチぐらい机からはみ出すようにしておきます。まずは縦方向に貼っていきますので、この向きで配置します。何か重しになるものを置いて枠が動かないように固定します。生地も動かないように重しを置いておきましょう。太めの糸とそれを通せる針を使います。針に糸を通して生地の左端に下から針を通します。刺繍枠に絡めるようにして先ほど針を出したところから近いところに下から針を出します。同じように刺繍枠に絡めながら次は2センチほど離れたところに下から針を出します。次からはおおよそ2センチ間隔で反対の生地端まで縫っていきます。端までたどり着いたらもう一針、最後に針を出したところの近くに下から針を出します。最後の糸は20センチくらい残しておきます。糸の結び方です。まず一度糸を下にくぐらせて、最後の2本の左側から糸を出します。最後の2本に巻きつけるように3周します。3周目は右手を離さずに左手側を輪っかの状態にします。右手の1本と左手の輪っかを結びます。しっかりめに結びましょう。反対側も同様です。糸を20センチ残してカットして左側から上に出します。3周巻きつけて右手は1本、左手は輪っかの状態で結びます。反対側も貼っていきます。生地に置いていた重しは外します。糸を枠に絡めながら左から右へ縫い進み、右側の糸を結ぶところまで同じです。コテ針を使って張り具合を強くしていきます。右端から順番に糸を引っ張ります。コツはコテ針で糸を引っ張ったら反対側の手の親指で糸を固定するということです。
最後、左端までたどり着いたら結びます。これでも張り具合が弱かったので、最初に貼った側も同じ要領で張り具合を強くしていきます。生地がちぎれない程度にできるだけ強く貼ります。生地の端がこのように歪んでしまいますが、この枠の場合はそれで OK です。横向きにも同じように貼っていきます。横向きは先ほど2センチ間隔だったところを3センチぐらいに広げても大丈夫です。生地を貼るのは意外と難しく、刺繍する上で大事な工程です。刺繍しながらちょうどいい貼り具合が見つかると思います。神経質になりすぎる必要はありませんので、刺繍しにくいと感じるところを少しずつ改善してコツをつかんでいってください。最後に全体を整えて生地貼りが完了です。生地をポンポンと軽く叩いて跳ね返りを感じるぐらい強く貼りましょう。大事なポイントは生地端以外の地の目がまっすぐになっていることです。木枠と生地端がなるべく平行になるように練習してみてください。ようやく刺繍の準備が整いました。最後に馬という道具を紹介します。刺繍台を乗せる台のことです。私は父のお手製のものを使っていますが、家にあるもので代用できます。例えばダイニングテーブルとワゴンに雑誌を載せる。このように同じ高さのものを用意します。ワゴンがなければ段ボール箱を重ねてもいいと思います。この木枠はちょっとガタつきがあったので、下に布を敷いたら収まりました。ここまでで前編は終了です。わかりにくい部分があればお気軽にコメントいただければと思います。次回はいよいよ刺繍の技法を紹介します。私がよく使う2つの技法で一応の刺繍を完成させます。準備は大変ですが、刺繍はとっても楽しいので次回も見ていただけたら嬉しいです。概要欄に必要な道具の一覧や購入先、お知らせを載せています。ぜひご活用ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。